あずきニットです。今回は100円ショップの糸を使いまして丸ヨークカーディを編んでみたいと思います。はい、それでは糸の紹介です。糸の方は今回はダイソーさんの糸を使ってみることにしました。お名前の方はスパークルという糸になります。このような表示となってます。アクリルが 99%、ポリエステルが 1%、そして適しているかぎ針の号数は5号針となってます。約 35g、100メートルの糸になります。はい、この糸を使ってカーディガンを編んでみようかと思います。はい、それでは今回もどうぞよろしくお願いいたします。針の方はですね、帯に記載されてありましたのが5号針となってましたので、かぎ針も5号針を使って編んでみようと思います。いつものようにとじ針とダンスマーカーとハサミも準備なさるといいと思います。はい、それでは編み方スタートします。今回も作り目は鎖目にしていきます。いつものように後ろからトンとしてくるっと回し、この状態から1、2と数えていきます。1、2、124、125、125目編んできました。125目のところに印を入れておこうと思います。針の下が125目になってます。この後鎖を3目編みます。3目鎖目を編みましたら、この印の隣の裏山に向かって長編みを編みます。この後は鎖を1目します。1目飛ばしたところに長編みを編みます。また長編みを編みます。この後模様に入っていきます。鎖を3目編みまして、2目飛ばしたところに細編みを編みます。模様です。1、2、3、3つ鎖を編みましたら、2目飛ばしたところに細編みを編みます。鎖を3つ編みます。1目飛ばしたところに細編みを編みます。鎖を3つ編みます。2目飛ばしたところに長編みを編みます。はい、この1段目の長編みは2本並ぶまで編むことにしました。ですのでこれ1本目、2本目の長編みは隣に編みます。はい、1段目は2本並ぶまで編みましたら、こちらの方眼編みを編みます。方眼編みっていうのは鎖1目で1個飛ばしたところに長編みを編むことです。1目編んで1個裏山を飛ばしたところに長編みを編みます。長編みのところは長編みが2本並ぶまで1本ずつ編むことにしましたので、この段はこんな感じになります。はい、一模様はこの印から印までのところが一模様になります。鎖のところから始まって長編みのところまでです。印の間の模様を10個編むことにしてます。2本並んだ後は鎖3目で同じです。1、2、3目編みましたら、2つ飛ばしたところ、ここ2個飛ばしたここに針を入れて細編みを編みます。次鎖3つ編んで1個飛ばしたところに細編みです。鎖を3つ編んで1個飛ばしたところに細編みです。はい、ここできましたね。終わったら鎖を3つ編んで2つ飛ばしたところに長編みです。鎖目を3つ編みましたら、2つ飛ばしたところに長編みを編みます。
はい、長編みは2本並ぶまで編むことにしてます。ここは1段目は長編みが2本並ぶまで編むことにしました。こういった模様にしました。この鎖のところから数えてここまでが2模様目になります。1模様目はここからここまでです。はい、2模様目はこの隣からここまでが2模様目になります。はい、このようなパターンで3模様目、4模様目、5模様目と編んでいき、10模様編みましたら端っこの作業をします。1、2、3、4、5、6模様編みました。6、7、8、9、10模様。10模様編んできたところです。最後は1目鎖を編んで、1目飛ばしたところに長編みを編みます。で、1段目を編んできました。2段目いきます。鎖3目で立ち上がり、長編みを編みます。で、鎖を1目編みます。はい、1目鎖目を編みましたら長編みを編みますね。で、この2目目の2本目の長編みのところにもう一つ長編みを編みます。はい、このようにして端っこ以外は、端っこのこの2本っていうのはずっと前立て2本ずつでずっとここのね端っこの2本っていうのは変わらないんですけど、印からこっちの長編みはこの玉編みを編んでいく段で必ず増し目をしておこうと思います。2つ編んだとこの最後の長編みのところに1本追加して編んでます。これが終わったら玉編みのところです。代わり中長玉編みを編みます。まず鎖を2目編みました。代わり中長玉編みを編んでいきます。糸をかけて中に入れて引っ張ってストップで、また糸をかけて入れて引っ張ってストップ、もう一度糸をかけて入れて引っ張ってストップしたら、またさらに糸をかけて1個手前で一度出します。それからまた糸をかけて引きます。はい、これができましたら間に1目鎖目を入れます。はい、でまた代わり中長玉編みを編んでいきます。糸をかけて入れて引っ張ってストップ、糸をかけて入れて引っ張ってストップ、糸をかけて入れて引っ張ってストップ。はい、そしたら1個手前まで持ってきてさらにまた引きます。はい、こういった鎖を1目します。この繰り返しで代わり中長玉編みが4つ揃うまでこの編み方を編んでいきます。長玉編みです。はい、4つ揃いましたら鎖を2つ編みます。はい、そして長編みに行きます。長編みは2本編みましたら2本目のところに必ず1目を増やす、このように考えています。2段目はこういった増やし方をして編んでいきます。では鎖を1目します。そしてここも長編みが2つ続きますね。2つ続くところはもう1本増やします。はい、終わったらこの編み方です。2目鎖目を編んで代わり中長玉編みです。1目編んでまた代わり中長玉編みが4つになるまで鎖1目と交互に編んでいきます。
終わったら鎖2目です。そして長編みを編みます。で、2本目のところにさらにもう1本編みます。編んだら1目鎖です。また長編み2本編みます。2本目のところにもう1本を編みます。はい、この段はこういう風に増し目をして編んでいこうと思います。はい、4つ編んだら2目鎖目です。で、長編みの2本目の長編みのところにもう1目長編みを編みます。はい。で、鎖1目です。印が来ましたので、もうここで増し目はしません。前立て部分の方は必ず増し目はしないで2本長編みを編みます。2本にしときます。前立て部分、端っこのところは増し目をしないのがポイントです。こんな風にリングの前まで増やし目をしたら、最後の2本は増やし目をしません。鎖3目で立ち上がります。裏に返して端っこは2本並ぶまでですので、はい、これでこの後鎖目です。はい、そして、この玉編みの模様の時だけ増やし目をするので、ここは下の長編みと同じ本数だけ1目ずつ長編みを編むことにしました。5目と細編みになります。鎖を1、2、3、4、5目、鎖5目とこの真ん中のスペース、こちらのスペースに向かって細編みです。終わったら5目鎖目です。1、2、3、4、5目。5目鎖目を編んだら、長編みの本数だけ1本ずつ編んでいきます。この段は増し目はありません。下の段と同じ目数を同じように編んでいきます。はい、3段目の模様は鎖5目と細編みの模様になります。1、2、3、4、5目と細編み。1、2、3、4、5目。長編み。3段目はこんな感じのことを繰り返して3段目最後のところになります。鎖を編んでから2本長編みです。はい、それでは4段目いきます。鎖3目で立ち上がりましたら裏に返して長編みです。1目鎖目を編みまして、下と同じ目数の長編みを編んでいきます。鎖目を3目編みます。1、2、3目。3目編みましたら、ここのスペース、最初の大きいスペースに細編みを編みます。編んだら真ん中のこの細編みに向かって長編みを編みます。はい、鎖を3目編みます。また長編みを同じところに、先ほどと同じこの細編みのところに長編みを編みます。はい、この後このスペースに細編みを
編むということにしました。はい、この後また鎖を3目です。1、2、3目。はい、あとは長編みの本数だけ長編みを編むことにしました。はい、最後は鎖1目です。そして長編みを編みます。はい、この段はこのような模様を編んでいきます。もう一度やりますね。鎖3目です。鎖を3目編んでからここのスペースに即に細編みです。はい、すぐこの後ここの中心の細編みに長編みを編みます。鎖を3目編みます。また中心のこの部分に長編み長編みを編むことにしました。はい、でここに細編みにします。はい、この形ができたら鎖3目を編みます。1、2、3。長編みは前段と同じ目数を編んでいきます。4段目はこのような模様で繰り返し編んでいきたいと思います。繰り返し編んできました。4段目最後になります。はい、最後も同じように端っこは同じように1目編んだらすぐ長編み2本を編みます。長編みを2本編みます。はい、それでは5段目いきます。3目立ち上がります。裏に返します。長編みを編みます。1目編んだら長編みを編みます。ここで玉編みを編む段になります。玉編みを編む段っていうのは、この長編みの塊のところの最後のところで必ず1目増やす作業をしてまいりたいと思います。ですのでここは1目増やします。で、そしてからこの玉編みを編むことにしました。この玉編みを編む前には2目の鎖目を編みます。2目鎖目を編んでから中長の玉編みと鎖を繰り返して編んでいきます。はい、代わり中長編みを編みましたら鎖を2目して長編みのところになります。代わり中長編みと鎖目を交互に繰り返して代わり中長編みが4つになるまで編みましたら鎖2目をして長編みを編めます。で、長編みのこの塊の最後のところ、この3目目のところがちょうどここがちょうどそうなんですけど、ここに来たら1目を増やすという方法で増し目を行っていこうと考えました。その方が分かりやすいかなと思ったからです。なのでこの玉編みの段は必ず増し目があるということを覚えておいて、あとは増し目がありませんので玉編みの段のところだけ長編みの束のところの最後のところで1目1本余分に長編みを編むということを繰り返して編んでみたいと思います。はい、こんな感じで今回は、この5段目はこのような増し目方法で編んでいきます。繰り返しますね。玉編みの前には鎖を2目編みます。そして代わり中長玉編みです。
はい、4つ編めたら鎖を2目します。そしてこの長編みの束のところの塊っていうんですか、長編みが1目ずつ連チャンにこう入ってあるところ、ここの鎖の一歩前でここでもう1目増やす。終わったら鎖目を編む。そして次の長編みの配列っていうんですか、塊、この3本目、ここの最後のところでまたもう1本長編みを増やす。こんな感じでここがずっと玉編みの段のところだけで増し目をして長編みの本数が増えていくというような編み方にして丸ヨークを完成させていこうと思います。はい、よかったら試してみてください。はい、こんな感じで皆さんもやってみてはいかがでしょうか。この長編みのところで増やしていくやり方を、編み図の方にまとめてみましたので、ご覧ください。27段目まで編んできました。1,2,3,4,5,6,7,8,9模様目になります。はい、ここで一旦糸を切りたいと思います。最後のこちらの27段目の長編みの目数は全部で11目になってます。はい、11目ずつになっています。ではここで一旦糸を切りたいと思います。糸をカットします。この後は後ろ身ごろの前後差分を編んでいこうと思います。一模様だけ前後差分を編みますとこんな感じで、はい、後ろ身ごろっぽくなりますので、今回も後ろ身ごろの方の前後差分を編んでみようと思います。後ろ身ごろと前身ごろと袖の境目なんですけれども、このように印をつけております。前身ごろの方は2つ目の2模様目の真ん中です。ここに印をつけます。印をつけるところは4箇所になります。2模様目の真ん中、それから4模様目の真ん中、それからこういう風に広げますね。で、今1、2、3、4、5、6、7、7模様目の真ん中、7模様目の真ん中です。それから8、9模様目の真ん中です。全部で10模様編んできましたね。ですからこちらから数えたら同じように1、2模様目の真ん中、はい、こちらからは1、2、3、4模様目の真ん中にそれぞれ印をつけます。最後はこことここがこのようにくっついて、この部分が袖になります。ここが袖になりますよ。はい。で、このままつなげてしまいますと、袖の方も狭いですし、もうちょっとたっぷりした感じにしたいですので、後ろ身ごろの方、前後差分を1模様分だけ前後差分を編んでみたいと思います。ね、それでは前後差分の編み方いきますね。印のつけるところの箇所はこのようになってます。はい、編み始めの方の糸切らなかったんですけれども、こちら側が表側になります。表はどういうふうに判断するかと言いますと、ここからこう編んできましたね。作り目をして立ち上がりを編みましたね。立ち上がりを編んだところのこの1段目が表側になります。ですので表か裏か分かるためには表側のところにこんなようにね、印を入れとくとよろしいんじゃないかなと思いますよ。はい、はい、
最後の縁編みとかを表から編むと綺麗ですので、表か裏かを印をつけておくとさらに分かりやすいと思います。先ほど糸を切ったところがこちらになります。はい、このままこう開いて、ここに印がありますね。表からではなく裏から編むことになります。はい、それではここに糸つけます。針を入れて鎖を3目で立ち上がります。1、2、3目。3目で立ち上がりましたら、ここのところに今度はね、目をちょっと割りたいと思います。そこには編んでも大丈夫だわ、構わないわっていう方はそこに編んでください。私はこのように目を割って長編みを編むことにしました。で、これが2目めです。はい。で、これで3目めです。で、こちら4目になります。はい。で、長編みが4目編めました。そしたら前段の目数通りの長編みを編んでいこうと思います。1目ずつ長編みを編んでいきます。はい、後ろ身ごろの方を編んでます。後ろ身ごろはこちらのここまでですので、最後のところは目を割って長編みを編んでいきます。この目を割って長編みは4本まで編むことにしました。で、1、2、3、はい、4つまで鎖を割って編みましたら、最後はちょっと飛ばしてこちらです。長編みを編みます。はい、この中に長編みを4本、鎖のところに置く長編みを4本編み、最後は1目長編みを編みましたよ。はい、こんな感じにして次の段に行きたいと思います。鎖3目で立ち上がります。往復編みです。3目で立ち上がったら裏に返します。で、同じように1目ずつ模様を編んでいきます。で、このようにしてこちらまで編んでいきますよ。はい、3段目、後ろ身ごろの前後差分3段目を編んできました。最後の目になります。前段の鎖3目めを割って1目編みました。そうしましたら、ここの長さをちょっと測ってみたいと思います。今ですね、この最終段のここのところで46センチあります。で、私はここの幅を50センチにしたいので、ここからは前身ごろと後ろ身ごろの分を 4×2 で8目鎖目を編んでいこうと思います。私はここからここまでの間に8目を編んで、幅を50センチにしたいと思います。はい、鎖を8目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8目編みます。ここです。この鎖目に向かってここに入れて、そして今出てきたところに戻します。はい、このように鎖8目でつながりました。ここが手の入る部分になりますよ。ね、ただ今度こちら側もつなげていこうと思います。だからここに糸をつけてここまでつなげていこうと思います。ここに針を入れましたら、まず引き抜いて鎖を8目でつなげていきます。
1目、2目、8目編んだら、私は糸を切ってつなげます。糸つなげるのにただ引き抜きたい方は引き抜いてもいいと思います。はい、そしてから出てきたところに戻します。糸が出てきている部分、糸が出てきているのはここから出てきてます。ここに戻します。はい、あとはこのようにすると鎖がつながっているように見えますので、はい、あとは糸始末をして、そして待機していきたいと思いますね。ちょうど先ほど糸切ったとこからスタートになりますので、糸切るの嫌な方はこのまま別の糸でつなげてもいいのかもしれませんね。立ち上がります。3目立ち上がったら裏に返して長編みをします。このように編んできました。ここからはこの模様は編みません。全目長編みにします。でここは下の目を割って長編みにします。1目ずつ長編みを編んで4本長編みを入れていきます。4本編みましたら、細編みの頭に長編みを1目編みます。この後はこちらの鎖目を拾って8目の長編みを編んでいきます。ここから編み始めてずっと編んできました。この鎖目のところも鎖を割って鎖の裏山を拾って1目ずつ編んでいこうと思います。このまま端っこまで編んで、さらに往復編みを続けていこうと思います。もう編んできまして、ここで糸を切りました。まず縁編みをしてみたいと思います。縁の編み始めはこの左側のここからスタートになります。ではこちらの方に糸をつけますね。こちらの方に糸をつけて縁編みしたいと思います。2段で終わる縁編みにしようと思ってますので、こちら裏側から細編みしていこうと思います。この辺り、真ん中ら辺ですね、この辺りに糸をつけて、そして立ち上がりを編み、1目ずつ細編みを編んでいきます。感じで細編みを編んでいき、この部分も側に細編み入れて編んでいきますね。はい、ここまで来ました。はい、ここに細編みを編んでいきます。はい、はい、側に3目細編みを編みました。中長編みを編みます。はい、そして鎖目を編みます。鎖目2目にしましょうか。鎖目2目にして中長編みを
編みます。はい、そして細編みを3目。はい、はい、ここの終わり方はこんなような編み方にしてみました。よかったら参考にしてみてください。前立ての方、裏側から編んでます。はい。2段目は表から細編みを1目ずつ編んでます。縁編みの2段目は1目に1目ずつ細編みを編んでいきます。はい、縁編みの方編んできました。はい。そしてボタンをねちょっとつけてみたいなと思いまして、家にあったボタンをつけてみました。ボタンホールとか編まなくても、この模様のねこのスペースを利用してここに入るような大きさのボタンをちょっと探してみました。こんな風にね、はい、この模様を生かしてボタンをつけることができます。はい、はい、こんな風にして前立ての方も完成しました。はい、ここの段階で糸は7玉使ってます。1玉 35g の糸を7玉使ってまして、今ボタンを含めてですけれど、グラム数測りましたら 240g くらいになってました。はい、何かの参考になさってください。お袖のところ、脇の下から糸をつけていこうかなと思います。皆さんそれぞれでここね、目数いろんな方いらっしゃると思うんですけど、真ん中ら辺からね糸出して、そして3目ですね。1、2、3目立ち上がります。そしてね、長編みがねつながっているようにね編んでいきたいので、この後も1本ずつね長編みを編んでいこうかなと思います。はい、全部ね拾っていきたいんですけどね、角どうしようかなとか思いますよね。普通にねここスポッとこうです。私はこうしました。でここのところね、ここの中からまあどうだろう、何目拾えるかな、ちょっとわからないけれど、1個飛ばしたところに、前回こういうところから拾った時と同じように、もう真ん中のね隣の鎖は拾わないで、こっちから数えて4目目のここに裏山があるんで、ここに入れて長編みを1本ずつ編んでみようかなと思います。そしたら隣の裏山に入れて2本目、そしてこの隣に入れて3本目、そしてこの隣に入れて4本目にして、模様はねもうこっから先はこの、半分模様のところはもう全部長編みにしちゃった方が皆さん楽かなと思いますよ。編んで長編みです。はい、お袖の方ですね編んできました。ここから、袖の方編み始めまして、123458920段ね、20段お袖の方を編んだところになります。でそろそろこちらの裾と同じような感じでやめようかなと思います。ここは鎖が5目、鎖5目と細編み鎖5目のところで
終わりにしたいと思います。はい。細編みを1目ずつ細編みを編むことにしました。で、このくるっといくんですけど、この1目空いてるところは即に細編みを編むことにしました。はい。できましたら、この中に細編みを3つのスペースに、ここのスペースに細編みを3つでしたね。そしてここに向かって中長編みを1個編んで、鎖を2つにしようかなと思います。はい。そして細編みを3つにします。はい。とは細編み1目ずつ編んでいき、2段目ではね、ここ1目ずつ細編みを編んで整えていこうかなと。縁のところ、ここと一緒の編み方になりますので、2段目もね、こんな感じでぐるっと編んで縁を編んでいくことにしましたよ。何かの参考になってくださいね。出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てください。あずきニットでした。